テトラルキアの形骸化と同時複数のローマ皇帝ら。イントロダクション。ローマ帝国の歴史において、テトラルキア4帝体制の崩壊は、帝国の大きな転換点となりました。今回は、この複雑な時代の出来事について、ズンダモンと四国メタンが対話形式で解説していきます。テトラルキアとは何か。テトラルキアって何なのだ。難しい言葉でわからないのだ。テトラルキアというのは、ローマ帝国を4人の皇帝で統治する制度のことよ。当時の広大な帝国を効率的に治めるために作られた制度なの。具体的には284年にディオクレティアヌスが皇帝になってから確立されていったわ。4人も皇帝がいるのだ。どうやって決めていたのだ。最初はディオクレティアヌス皇帝が考え出した制度だったわ。帝国を東西に分けて、それぞれに聖帝アウグストゥスと副帝カエサルを置いたの。東方の聖帝がディオクレティアヌス、西方の聖帝がマクシミアヌス、そして東方の副帝がガレリウス、西方の副帝がコンスタンティウス、クロルスだったわ。制度の形骸化。でもうまくいかなかったみたいなのだ。どうしてなのだ。そうね。特に306年に重要な出来事があったの。西方の聖帝だったコンスタンティウス、クロルスが亡くなった後、その息子コンスタンティヌスがブリタニアの軍団によって皇帝として推挙されたのよ。同じ年にマクシミアヌスの息子マクセンティウスもローマで皇帝を名乗ったわ。それって決まりを破ることになるのだ。その通りよ。本来のテトラルキアの継承規則では、副帝は血縁関係ではなく能力によって選ばれることになっていたの。これを機に制度が徐々に形骸化していったわ。ガレリウスは最初コンスタンティヌスを認めることを拒否したけど、軍事力を背景に妥協せざるを得なくなったの。同時複数の皇帝たちの争い。皇帝が増えすぎて大変そうなのだ。みんな仲良くできなかったのだ。残念ながらそうはいかなかったわ。各地域で軍隊に推挙された皇帝たちがお互いの正当性を主張して争うようになったの。308年のカルヌントゥム会議でも問題は解決できなかったわ。特にイタリアを支配していたマクセンティウスとガリアとブリタニアを支配していたコンスタンティヌスの対立が深刻だったの。それって内戦みたいなものなのだ。その通りよ。特に重要だったのが312年のミルビウス朝の戦いね。この戦いの前夜、コンスタンティヌスはこの印のもとに勝利せよという幻影を見てキリスト教の象徴を軍旗に採用したと言われているわ。結果としてコンスタンティヌスが勝利を収めて大きな転換点となったの。帝国統一への道。それで最終的にどうなったのだ。コンスタンティヌスは着々と勢力を拡大していったわ。313年にはリキニウスと同盟を結んで有名なミラノミコトのリレーを発布し、キリスト教を公認したの。その後324年までには東方のリキニウスも打ち破ってついに帝国を統一したわ。そして新しい首都としてコンスタンティノープルを建設して帝国の中心を東方に移したの。すごいのだ。テトラルキアは失敗に終わったけど、新しい時代が始まったということなのだ。その通りよ。この出来事はローマ帝国がキリスト教化していく重要な転換点にもなったの。コンスタンティヌスの統一によって約40年続いた政治的混乱にも終止符が打たれたわ。まとめ。テトラルキアの形骸化は、ローマ帝国の統治体制の大きな転換点となりました。同時複数の皇帝たちによる混乱期を経て、最終的にコンスタンティヌス一世による帝国統一へと至る、重要な歴史的過程だったのです。この出来事は、帝国のキリスト教化や首都の東方移転など、その後のローマ帝国の方向性を大きく決定づけることとなりました。テトラルキアという実験的な統治体制は失敗に終わりましたが、それは逆説的にも、より強力な一極支配体制への道を開くことになったのです。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。